ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、イギリスの映画賞であるバフタ英国アカデミー賞の授賞式で起きたある騒動と、そこから発展したハリウッド全体の根深い問題の話題についてよ。現在、エンターテインメント業界における特定の文化を持つ機関の役割や病気に対する理解とコメディの境界線について、アメリカやイギリスを中心に大論争が巻き起こっているの。今日はバフタで起きた不測の事態とセーフスペース論争、そして NAACP イメージアワードで起きた病気を嘲笑するジョークの大炎上について徹底的に解説していくよ。授賞式でのトラブルからハリウッド全体を巻き込む大論争になっとるってこと？なんだかすごく根が深そうな話やね。近っ端になるけん、詳しく教えてほしいばい。事の発端は、バフタ授賞式でのある出来事がきっかけで、マイケル・ B ・ジョーダンとデルロイ・リンドーという有名な黒人俳優がプレゼンターとしてステージに立っていた時に、観客席から人種差別的な言葉が叫ばれるという事態が発生したの。は？神聖な授賞式の場で、しかも大勢の人が見とる前で人種差別的な暴言を吐くなんて頭がおかしいんやないと？そんなの即刻つまみ出されるべきやん。普通ならそう思うよね。でも、この状況は、典型的な授賞式での悪質な妨害や混乱よりも、もっと急速に複雑化してしまったの。なぜなら、その言葉を叫んでしまった観客というのは、ジョン・デイビッドソンという人物で、彼は、トゥレット症候群という神経疾患を抱えている活動家だったからだよ。トゥレット症候群？それってどんな病気なん？トゥレット症候群というのはね、自分の意思とは無関係に突然声が出てしまったり、体が動いてしまったりするチック症状が特徴の神経疾患だよ。その中でも、社会的に不適切な言葉や不快な言葉、放送禁止用語などを無意識に発してしまう症状を汚言症と呼ぶの。デイビッドソンさんは幼少期からこの病気を抱えていて、そのことを公に語ってきた人物なの。なるほどね。自分の意思で言いたくて言っとるわけじゃなくて、病気の症状で勝手に口から出てしまうってことか。それは本人が一番辛かろうね。周りの人もびっくりするかもしれんけど、悪意があるわけじゃないなら、単なる人種差別主義者の暴言として非難するのは間違っとる気がするばい。その通りだよ。実際、デイビッドソンさんは、この出来事の後、自分が不本意に叫んでしまったことに対して、深く恥じ入っている、と述べているの。それに、会場にいた観客には、彼がトゥレット症候群であり、不随意な発声をしてしまう可能性があるという事前警告が出されていたそうだよ。さらに言えば、この式典は生放送ではなくて、放送前に、その瞬間を編集できる遅延時間が設けられていたと報じられているの。事前にお知らせもされとって、しかも、編集でカットできる時間もあったと？それなら、テレビを見てる人にはわからないように配慮することもできたはずやん。なんで、それが大問題に発展すると？そこが、今回の騒動の複雑なところなの。この出来事を受けて、アメリカの有名なエンタメ系雑誌、バラエティに、あるゲストコラムが掲載されたんだよ。執筆したのは、アメリカンブラックフィルムフェスティバル、ABFF の創設者であるジェフ・フライデー氏なの。彼は、このコラムの中で、黒人アーティストには、黒人限定の授賞式のような、文化的に特別な、セーフスペースが、今でも必要であり、この事件がそれを証明していると、主張したんだよ。ちょっと待って。病気の発作で意図せず、言葉が出てしまっただけのことを、黒人俳優が危険にさらされている証拠、で結びつけるのは、論理が飛躍しすぎやないと？葵、すごく鋭い指摘だよ。フライデー氏自身も記事の中で、これは必ずしも施設側の悪意ある行為ではなかった。おそらく予測不可能で複雑な状況だったのだろう、と認めているの。それでも、彼は、この瞬間が主要なエンターテインメント業界における、より広範な文化的懸念を浮き彫りにしていると主張して、最高レベルの芸術祭でさえ、黒人は、依然として自分たちが危険にさらされていると感じることがある、と書いたんだよ。いやいや、言っとることとやることが矛盾しとるやん。悪意がないって分かっとるのに、それを自分たちが危険な目にあった例として持ち出すのは、病気の人の症状を自分たちの主張のために都合よく利用しとるようにしか見えんばい。まさに、その点に疑問を持つ読者も多かったみたいだよ。一部の読者は、この爆発的な行動の背後に、医学的問題の存在が記録されているのに、この事件をどこまで広く解釈していいのかと疑問視しているの。でも、フライデー氏の議論の中心は、エンターテインメント業界における特定の文化を持つ機関の役割についてだったの。特定の文化を持つ機関？それってどういうこと？つまり、黒人アーティストを称えるための専用の場所やイベントのことだよ。
彼は、セーフスペースという言葉に対する批判に反論して、この概念はしばしば誤解されていると主張したの。セーフスペースとは排除する場所ではない。祝賀行事にアスタリスク、注釈や条件がつかないようにするための場所なのだ、と書いているよ。例として、彼が創設した ABFF や NAACP イメージアワード、ベッド、アワーズなどの組織を挙げているの。黒人アーティストが世界との競争を望んでいないからではなく、主流の空間における認知が時として一貫性がなかったり、不安定だったりするからこそ、こうした機関が必要だと考えているんだよ。自分たちを正当に評価してくれる安心できる場所が必要って気持ちはわからんでもないけど。でもさ、これって結局自分たちだけの隔離された空間を作るってことにならんの？歴史の授業で習ったけど、アメリカの公民権運動ってそういう人種ごとの隔離をなくしてみんなが同じ場所で平等に扱われることを目指してきたじゃろ？葵、本当に勉強熱心で感心するよ。まさにその歴史的背景が今回の議論をさらに難しくしているの。アメリカにおける主要な公民権運動は数十年にわたって正式な人種障壁を打破し、共有空間を拡大するという理念を軸に築かれてきたんだよ。推進力は統合へと向かっていて、成功と認知が別々の文化圏ではなく、同じ制度への平等なアクセスによって決まる社会を目指してきたの。やけん、人種によって定義された空間を改めて強調するのは時代に逆行しとる気がするばい。黒人だけの安全な場所が必要だっていうのは意図せずして我々対彼らっていう分断を強めてしまうんじゃないと？批評家たちからも全く同じ声が上がっているの。多くの人が分断の縮小を望んでいるこの時期に議論を逆方向に導く危険性があると懸念されているよ。それに加えてバフタ事件自体が明確な悪意によるものではなく、トゥレット症候群による予測不可能で複雑な状況だったという事実があるよね。この出来事をセーフスペースが必要な証拠として利用することは根底にある事実が完全に裏付けていないのに、無理やり緊張を煽る危険があるのではないかと疑問視されているの。それにさ、そのフライデーって人、自分でアメリカンブラックフィルムフェスティバルを作った人なんやろ？結局、自分の団体の重要性をアピールして利益を得たいだけやんね。なんかポジショントークっぽくて、素直に賛同で金杯。葵、今日も冴え渡っているね。その通り、一部の評論家は、まさに、その重複に、懐疑的な見方を示しているの。特定の文化を背景とした団体の必要性を説くことは、彼自身が構築に尽力したプラットフォームの価値を高め、間接的におそらく利益を得ることにつながるからね。結局、エンタメ業界が包摂や統一について語る中で、こうした別々の文化のセーフスペースをめぐる議論が、ハリウッドを目標に近づけるのか、それとも遠ざけるのか、多くの人が疑問に思っている状況だよ。なるほどね。病気の人の不随意な症状から、ここまで大きな社会問題の議論に発展するなんて、やっぱりアメリカのエンタメ業界は、色々と根深い問題を抱えとるんやね。そうなの。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんな、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をポチッと押しとってね。よろしく頼むばい。で、すみれ。話はこれで終わりじゃないんやろ？ここからが、さらに深刻な問題なの。先ほど、フライデー氏が、セーフスペースの例として挙げていた NAACP イメージアワードの授賞式で、信じられないような出来事が起きてしまったの。黒人アーティストのためのセーフスペースで言っとった授賞式やんね。そこで何が起きたと？先月28日の夜に行われたその授賞式で司会を務めたコメディアンのデオン・コールがデイビッドソンさんのバフタでの出来事を持ち出して彼を揶揄するようなパフォーマンスを行ったんだよ。は？デイビッドソンさんってトゥレット症候群の人のこと？そうだよ。デオン・コールは放送中デイビッドソンさんの病状を狙った模擬祈祷という形のジョークを行ったの。彼はこう言ったんだよ。もし、この部屋に、トゥレット症候群の白人男性がいたら、雰囲気を読むようにと伝えた方がいいですよ、閣下。彼らの思い通りにはいかないかもしれません。どんな薬を飲んでいるにせよ、倍量にした方がいいですよ、閣下、って。ちょっと待って、信じられん。病気で、しかも、自分の意思で、コントロールで禁句て、本人が一番苦しんどるのに、空気を読めとか、薬を倍量にしろとか、そんなんジョークでもなんでもないやん。ただのいじめ、いや、神経疾患に対する立派な差別やんか。人間のクズ体。私もそう思うよ。
さらに、ショックなのは、このセリフを聞いた観客は、最初、驚きの声を上げたものの、その後、笑いながら拍手し始めたということなの。笑って拍手？信じられん。セーフスペースなんて偉そうなこと言っといて、その安全な場所で、病気の人を笑い物にして喜んどるってこと？それのどこが、祝賀行事にアスタリスクがつかないようにする場所なん？ただの残酷な集団やん。葵の怒りは最もだよ。この瞬間は、すぐにネット上で拡散されて、大炎上したの。ネットユーザーからの反応は、会場の観客とは打って変わって、はるかに容赦ない、厳しいものだったんだよ。そりゃ、相対。ネットの人たちは、どんな反応やったと？例えば、こんなコメントが殺到したよ。神経疾患を持つ人を攻撃するなんて、コメディアンとして最低だ。デイビッドソンは幼少期から苦しみ、不本意な出来事に深く恥じ入っているのに、それを笑いのネタにするなんて信じられない。ハリウッドのセレブたちが、労働者階級の病気の男性を集団でいじめている構図だ。全く笑えない。これこそが真の差別ではないのか、というように、多くの人がコールのジョークは一線を越えていると、激しく非難したの。当然の反応倍。で、そのデオン・コールってやつは、こんだけ炎上して、ちゃんと謝罪したと？それがね、一切正式な謝罪は、していないの。むしろ、ソーシャルメディアへの返信で、みんな、冗談の受け止め方を学ばないといけない。すべては楽しいから、と言って、批判を軽く受け流したんだよ。はぁ？すべては楽しいからって、自分たちが楽しいだけで、傷ついとる人がおるのに、何言っとると。反省の色ゼロやん。こんな奴が司会できるとか、ハリウッドのモラルは、どうなっとると？この無責任な対応が、火に油を注いで、論争はさらに激化してしまったの。著名人の中にも、激しく非難する人が現れ、例えば、有名なメディアパーソナリティのピアーズ・モーガンは、ハリウッドが、ジョン・デイビッドソンのトゥレット症候群を嘲笑し続けるのは、私が長年見てきた中で、最も卑劣な行為の一つだ、と激怒したの。さらに、デオン・コールと、彼の下品な、ジョークに笑った観客全員、恥を知れ。一体全体、お前らは一体どうなってるんだ？と、辛辣な言葉を浴びせたんだよ。ピアーズ・モーガン、よう言った。まさにその通りバイ。観客も同罪やね。でも、一方で、信じられないことに、デオン・コールを擁護する著名人もいたの。俳優のジェイミー・フォックスが、自身の SNS で、デオン・コール。素晴らしい。君はいつも最高に面白いね。と、公然と称賛したんだよ。ジェイミー・フォックス？あの大物俳優が？なんで、そがん残酷なジョークを称賛できると？実は、ジェイミー・フォックスは、以前から、この騒動に関して問題発言をしていて、厳しい調査の対象になっていたの。彼は、以前のソーシャルメディアの議論で、デイビッドソンさんの不随意チック症について言及された際に、いや、彼は、そういうことを言っていたんだ、と述べていたの。つまり、デイビッドソンさんの病状について、個人的には何も知らないのに、医学的な説明を公然と否定して、わざと人種差別的なことを言ったんだ、と決めつけていたんだよ。うわぁ。専門家でもないのに勝手に病気を否定して人種差別主義者っていうレッテルを貼るってどれだけ傲慢なん？影響力のある俳優がそんなこと言ったらデイビッドソンさんが余計に世間から攻撃されるかもしれんのに。その通りだよね。こうした一連の流れを受けて今より広範な議論が巻き起こっているの。それはエッジの効いたコメディと記録された病状を理由に誰かを標的にすることの境界線は正確にはどこにあるのかという問題だよ。普段はハードエッジなスタンドアップコメディを擁護しているような視聴者でさえ、医療専門家が不随意であると広く認識している神経疾患を笑いのネタにする NAACP イメージ賞の姿勢には疑問を呈しているの。コメディって権力者とか強い立場の人を風刺して笑いにするから面白いっちゃろ？病気で苦しんどる一般人をセレブが集団で笑うのはコメディじゃなくてただの暴力倍。本当にその通りだね。そしてもう一つ危険なのはハリウッドで広まりつつあるこの現象はよく知られた神経疾患を患う男性による不随意チック以外の何者でもないという事実を無視する風潮なの。イギリスのアカデミー賞以来デイビッドソンさんを人種差別主義者とレッテルを貼るべきだと主張する声が一部で絶えず上がっているんだけど、トゥレット症候群とその症状を知る多くの人々や医療関係者はこの主張に積極的に反対しているよ。病気に対する無知と偏見がキャンセルカルチャーと結びついて最悪の事態を生み出しとるんやね。コールが無害なユーモアのつもりで言ったにせよ、デイビッドソンさんへの批判のつもりだったにせよ、こんなの絶対に許されたらあかんばい。ええ。
この反応はエンタメ業界の古いジョークの体質に対して単純に笑わない、許容しない観客が確実に増えていることを示唆しているの。バフタでの出来事はトゥレット症候群に関わる非常に特殊な出来事であると同時にハリウッドの表現、認識、そして文化的に特有の機関の役割やモラルを問う巨大なロールシャッハテストになっているんだよ。自分たちの安全な場所を守りたいって言いながら、そこで他人の病気を嘲笑する矛盾。ハリウッドの闇の深さを見せつけられた気がするばい。多様性とかインクルージョンって言葉が都合よく使われとるだけなんやなってがっかりしたわ。本当に考えさせられる問題だよね。特定の文化を守るための空間が結果的に別のマイノリティを排除、攻撃する場になってしまっては本末転倒だからね。この安全な空間やコメディの境界線に関する議論はすぐに消える可能性は低いと思うよ。ということで今日はバフタでの不測の事態から発展したセーフスペース論争と病気を嘲笑するハリウッドのコメディの問題という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。